ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。羽田空港アクセス線は現在 JR 東日本が建設中の路線で、その名の通り羽田空港方面へと向かう計画の路線です。既存の JR 東日本の鉄道ネットワークを生かしながら羽田空港へのアクセス路線を建設する計画であり、2023年頃から順次建設工事が進められています。その工事の一環として2025年4月19日と20日の2日間で山手線と京浜東北線の一部区間を運休させた上で、田町駅付近の線路を切り替える大規模な工事も行われました。これは羽田空港アクセス線へ東海道線から分離合流するための線路を建設するための用地の確保を目的とした工事であり、田町駅の東京側にあった山手線の引き上げ線を撤去して線路を移設するスペースを確保した上で行われました。ところですでに羽田空港への鉄道でのアクセス手段は浜の赤い安畜省でおなじみの京急線と東京モノレール羽田空港線の2つがあります。しかも東京モノレール羽田空港線は JR 東日本グループ傘下の企業が運営する路線です。にもかかわらず、なぜ今になって羽田空港アクセス線の計画を JR 東日本は推し進めているのでしょうか。今回の動画では JR 東日本がなぜ羽田空港アクセス線の計画を進めているのか、その理由などについて解説・考察してみましょう。それでは本編へどうぞ。羽田空港アクセス線の概要。羽田空港アクセス線は JR 東日本が現在推し進めている新線建設計画です。これが完成すると既存の鉄道ネットワークを生かしながら多方面から直接羽田空港へのアクセスを実現することが可能となります。現在 JR 線の沿線から羽田空港へアクセスする場合、浜松町で JR から東京モノレールに乗り換えるか、品川や横浜などの接続駅で JR 線から京急線に乗り換える、もしくは JR を使わずに直接リムジンバスを使うなど羽田空港行きのバスを利用する必要があります。しかし羽田空港アクセス線が開業すれば JR 線沿線から乗り換え不要で羽田空港へ直接アクセスできるようになります。ところでそんな羽田空港アクセス線ですが、大部分で既存の鉄道路線を活用しながら整備が進められる予定ですが、一部区間に関しては新規で建設される予定です。基本的に JR 東日本によって整備が進められる予定ですが、空港島内のトンネルや駅などの基盤設備は空港施設という扱いのもと、国土交通省関東地方整備局が整備することになっています。そんな羽田空港アクセス線の計画が最初に持ち上がったのは、この動画の投稿日からおよそ25年ほど前の2000年のこと。その年の運輸省運輸政策審議会から出された答申第18号の中で、東京臨海高速鉄道臨海線の建設とともに、臨海線東京テレポート駅から東京貨物ターミナル駅周辺を経由して羽田空港まで結ぶ路線として示され、建設を今後整備について検討するべき路線という位置づけにされました。臨海線は2002年に大崎・新木場間の全線が開業したものの、東京テレポートから羽田空港を結ぶ路線の計画は、その後進捗することはありませんでした。そんな羽田空港アクセス線の計画が、再び持ち上がったのは2013年のこと。この年の10月29日に JR 東日本が発表したグループ経営構想5のうち、今後の重点取り組み事項についての項目において、東京圏の鉄道ネットワーク拡充のために、羽田空港の利用者が今後増加するであろうことを想定して、空港アクセスの改善を検討していくことが記載されていました。翌2014年8月には JR 東日本が国土交通省交通政策審議会の東京圏における今後の都市鉄道の在り方に関する小委員会にて、羽田空港へのアクセス路線の計画を明らかにします。2015年には JR 東日本の羽田空港へのアクセス路線計画について、東京都によって整備効果が高い路線とされ、整備について優先的に検討するべき路線に挙げたことで、徐々にこの路線の機運が高まっていくことになりました。
さらにその翌年の2016年には東京圏における今後の都市鉄道の在り方に関する小委員会が取りまとめを行った交通政策審議会答申第198号の中では JR 東日本が計画する羽田空港アクセス線を国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークプロジェクトに位置づけることを示し、国土交通大臣へ答申しました。2019年には大規模な開発に義務付けされている環境アセスメントに JR 東日本が着手。そして2021年には新たに建設を行う約 5km の区間について第一子鉄道事業の許可を JR 東日本が取得し、2023年6月に起工式が行われて工事が始まりました。総事業費は既存施設の改修と新規施設の建設を合わせて2020年度の段階で3800億円を見込んでおり、3ルートあるうちの最初のルートは2031年度の開業を目指しています。羽田空港アクセス線のルートと建設概要。2023年から工事が進んでいる羽田空港アクセス線ですが、東山手ルート、西山手ルート、臨海部ルートの3ルートが計画されています。まず、東山手ルートは東海道線の田町駅付近で分離して、東海道貨物線経由で羽田空港へと至るルートのことです。この東海道貨物線の田町、東京貨物ターミナル間については、現在休止線になっている大潮線と呼ばれる東海道貨物線の支線を経由。田町駅の近辺で東海道線の列車線と分かれた後に、一旦新規に建設される地下の接続線を経由した後に大潮線へ入り、大潮線で東京貨物ターミナルまで向かった後に、新たに建設される新線区間へ入ってから羽田空港へ向かうルートです。この東山手ルートが開業することによって、高崎線、宇都宮線、常磐線方面から直接羽田空港へのアクセスが可能になります。現在工事が進められている主な区間は東山手ルートに関する区間で、約 12.4km ある工事区間は大きく分けて4つに分割でき、東海道線接続区間、大潮線復活改修区間、東京貨物ターミナル駅構内改良区間、アクセス新線区間の4つに分けられます。まず、東海道線接続区間では、田町駅の東京方にある山手線の引き上げ線を撤去。続いて引き上げ線を撤去して空いた用地を使って、山手線外回り、京浜東北線南港、東海道線上り列車線を移設。その空いた区間に羽田空港アクセス線と接続することになる、地下に設けられる単線の線路へつながる Y 字分岐を作る予定です。この引き上げ線は田町市発の山手線外回り電車が使っていた線路で、従前は品川駅の山手線ホームの近隣にあった留置線を出庫して、その後外回りの運用へ入る電車が使用していた線路となります。なお現在その留置線は京急線品川駅地平化のため、その用地へ転用する目的で廃止、線路は剥がされてしまいました。しかし以後も田町市発の外回り電車は諸電帯にあり、引き続き田町市発の外回り電車は走っていたため、末期は大崎駅近隣の東京総合車両センターからここまで送り込まれ、早朝時間帯の列車本数確保を目的にこの引き上げ線が使用されました。変わったところでは高輪ゲートウェイ駅の新設に伴い、山手線、京浜東北線の線路切り替え工事を実施する際に運転された田町折り返しの京浜東北線電車も使っていたこの線路ですが、羽田空港アクセス線の建設に伴ってその敷地を確保する目的で、使用頻度が比較的少ないこの線路は撤去されることになりました。この引き上げ線は2022年3月のダイヤ改正で使用が停止され、その後2024年1月までにこの引き上げ線は撤去。その後山手線外回りと京浜東北線南港の線路が2025年4月に移設され、合わせて一部のホーム形状も変わることから、山手線側に設置されていたホームドアも一部が撤去されました。今後空いたスペースに東海道線の上り線も移設され、これによって東海道線の上下線の間にスペースを確保。この間にトンネルを建設することで東海道線と大潮線が接続され、羽田空港へ向かうことができるようになるのです。
なお田町市発の山手線外回り電車についてですが、2022年3月ダイヤ改正以降も従前通り大崎から使用車両が改装される形で、引き続き早朝時間帯の運転が継続されています。しかし引き上げ線が撤去されると折り返しができなくなる関係で、代わりに品川方に片渡り線が設置されており、以降はこの片渡り線を使って折り返しの作業が行われます。そして羽田空港アクセス線は田町駅北方に設けられる Y 字分離から新規に建設される単線の地下トンネルに入り、東海道線下り列車線と東海道新幹線の上下線をくぐります。その後大塩線改修区間まで地下で抜けた後に、複線の大塩線復活改修区間へ接続することになるのかと思います。大塩線改修区間はその名の通り、大塩線の設備を活用する区間のことです。大塩線用に作られた橋梁や高架橋などの既存設備を活用し、各設備の健全度を調査した上で必要な改修や改良を行った上で、羽田空港アクセス線の一部区間として利用される予定です。ところでこの大塩線とは何なのかですが、書類上、浜松町駅と東京貨物ターミナル駅を結ぶ東海道本線の貨物線の通称。もともとはかつて貨物駅として営業していた汐留駅、つまり1872年の鉄道開業当時から営業していた初代新橋駅と、現在の東京貨物ターミナル駅までを結ぶ貨物線だった路線であり、汐留と東京貨物ターミナル駅が位置する大井を結ぶという意味から、略して大塩線という通称が出来上がった形になります。大塩線は1973年に東京貨物ターミナル駅を区間内に含む汐留・塩浜送車場間を結ぶ東海道本線の支線として開業しました。もともと汐留駅から出発して全国各地へ向かう貨物列車は、汐留線と呼ばれていた線路を経由して品川方面へ出発した後、品川で当時貨物線として使われた賓客線に入るルートでした。しかし東海道線列車と横須賀線電車の使用線路を分離する MS 分離を行う際に賓客線が横須賀線用の線路となることが決まり、貨物列車は東京貨物ターミナル経由に逃がすことになります。そこで賓客線の代わりに汐留駅へのルートを確保するため、新たに作られた路線が汐留・塩浜送車場間の線路。このうちの東京貨物ターミナル・汐留間について、いつしか大塩線と呼ばれるようになった経緯がございます。なお汐留駅は敷地の都合で手狭になってしまった影響で、東京貨物ターミナル駅へ機能を移転する形で1986年11月に廃止され、大塩線の始発駅が浜松町駅になったのはこの時から。始発の貨物駅だった汐留駅が廃止されたことなどもあり、末期は本来の建設目的だった貨物列車の走行がほとんどなかったと言ってよく、恵比寿から浜松町へ始発駅を移されたカートレインなど、ごく一部の旅客列車が使用されていたのみでしたが、そのカートレインは利用者の減少などにより段階的に数を減らし、最後まで残ったカートレイン北海道も1997年までに廃止、その翌年の1998年から大塩線は休止状態にありました。ルートとしては浜松町を出た後田町駅の付近まで、東海道線、山手線、京浜東北線や新幹線としばらく並走した後、田町駅先の都道409号と交差するあたりでそれらと分かれます。その後は大井車両基地へ入庫する回送の新幹線が走行する東海道新幹線の回送線としばらく並行した後、都道316号や首都高湾岸線と交差するあたりの箇所で、東海道新幹線の回送線と分かれて東京貨物ターミナル駅へ至ります。このうち羽田空港アクセス線として活用される既存設備は、高浜西運河の手前あたりと東京貨物ターミナル駅の間とのこと。東海道新幹線の本線と回送線が分離するあたりにおいて、大塩線から品川方面へ向かう際に使っていた線路の分離点があり、おそらくこの辺りが田町駅付近で潜る地下トンネルと大塩線改修区間の接続点になると考えることができるでしょう。続いて東京貨物ターミナル駅構内改良区間についてですが、
この区間は大塩線改修区間とアクセス線新線区間を結ぶ線路で、ただ単純に既存線路を改良する形で整備するだけではなく、東京貨物ターミナル駅構内の JR 東日本が保有している土地に羽田空港アクセス線の運行を行う上で必要になってくる車両の留置線や保線基地なども合わせて整備する計画になっています。この区間は大部分が臨海線の車両基地として供用されている東林運輸区の敷地と並行しながら進むことになり、対岸に臨海線や東京モノレールが走る東側から見て東海道新幹線の多い車両基地、 JR 貨物の東京貨物ターミナル駅、 JR 東日本の羽田空港アクセス線、臨海線東林運輸区の順に4社の重要な鉄道施設が並ぶ格好となります。またこの区間は一部がすでに単線として整備されていますが、羽田空港アクセス線の建設に合わせて複線化するほか、既存の単線の線路についても老朽化したが線柱の取り替えなど補修工事を実施した上で羽田空港アクセス線として供用されます。最後のアクセス線新線区間についてですが、こちらは東京貨物ターミナル駅から羽田空港の空港島内まで最大深度 50m 総延長約 4.2km の複線シールドトンネルを建設する予定で、羽田空港の第1ターミナルと第2ターミナルの間にある道路の下に設置予定の羽田空港新駅までを結びます。羽田空港新駅は島式一面2線のホームを持つ駅になる予定で、ホームは地下1階の高さに作られるため、第2ターミナルに高低差なく移動が可能になります。そのため、ANA 国内線などを利用する際はとても便利になり、第2ターミナルから一部が出発する ANA 国際線についても、とても便利に使うことができるようになるでしょう。なお JAL 国内線などが乗り入れる第1ターミナルへは、おそらく連絡通路経由でのアクセスになると思われ、一部 ANA 便を除いた国際線が使用する第3ターミナルは、ターミナル間無料連絡バスへ乗り換えての移動になると思われ、東京モノレールへ乗り換えての移動も視野に入ると考えられます。そのため今後の検討材料という形にはなりますが、最終的には第3ターミナルまで延伸する構想もあります。さて、ここまで現在建設中の東山手ルートを紹介しましたが、一方の西山手ルートと臨海部ルートはどうでしょうか。先に臨海部ルートについて紹介いたしますが、こちらは東京貨物ターミナル、羽田空港間については東山手ルートと同じ。東京貨物ターミナル駅からは東林運輸区への回送線を活用し、品川埠頭分岐部信号場で臨海線の本線と合流。そこから臨海線を進んで新木場まで到達した上で、さらに新木場駅構内にある臨海線と京葉線の接続線を経由し、京葉線舞浜、海浜幕張、蘇我方面へと至るルートになります。これによって都心部を迂回するかバスを使うしかなかった千葉県方面と羽田空港のアクセス利便性を強化することが可能になります。この東林運輸区への回送線というのは何なのかですが、現在 JR 東日本が東京貨物ターミナル駅構内で改修している線路敷地に併設された臨海線の車両基地、東林運輸区へ至る回送線のこと。もともと臨海線は貨物線として計画されていた路線で、本来は京葉線の一部として供用される計画だったのですが、京葉線自体が旅客メインの路線になり東京駅へ向かったため白紙に。宙に浮いたこの区間が臨海線になったのですが、その臨海線も東京テレポート、品川シーサイド間にある品川埠頭分岐部信号場と大崎駅の間は後から独自に建設した区間。本来は東京貨物ターミナル駅へ向かう路線であり、広大な東京貨物ターミナル駅の敷地を一部活用して、この地に東林運輸区が設置されたという経緯がございます。品川埠頭分岐部信号場から東林運輸区へと至るこの回送線は、その歴史的経緯から単線トンネルが並列した複線で建設され、このうち片方の一部区間は発泡スチロールで封鎖されています。臨海部ルートはこのような有給設備を最大限活用しながら、この回送線を複線化した上で臨海線新木場方面とを結ぶ構想。品川埠頭分岐部信号場から臨海線大崎方面と分離し、
東京貨物ターミナル駅の北側で東山手ルートのうち、東京貨物ターミナル駅改良部と合流する形になり、そこから羽田空港アクセス線へ入った上で、羽田空港へ至るという経路になるのではと考えられます。ただしこのルートでは現在京葉線と直通運転をしていない JR 線ではない会社線である臨海線と直通運転をする都合上、埼京線との直通運転開始以来ずっと問題視されている運賃制度上における諸問題が発生することとなってしまいます。そのため仮に物理的な開通自体は容易であったとしても、この運賃制度上の問題をどうするかは要注目と言えるでしょう。最後に西山手ルートについて紹介いたしますが、西山手ルートも東京貨物ターミナル、羽田空港間については、東山手ルートや臨海部ルートと同じ経路となります。しかし東京貨物ターミナル駅から先のルートが異なり、東京貨物ターミナル駅の途中で向きを大きく変えて、臨海線と接続する東品川短絡線を新規に建設。その後大井町、品川シーサイド間で臨海線に合流後、山手貨物線を経由して新宿方面を目指すルートになります。こちらはすでに臨海線と相互直通運転を行っている埼京線方面との直通運転を想定したものとなり、さらには新宿から中央線に入線が可能な構造を生かした上で、中央線方面へ向かう列車を走らせる構想もあります。この西山手ルートについては既存路線の活用度が一番薄いルートで、特に東品川短絡線を新規に建設する必要が要注目ポイント。そのため東山手ルートと臨海部ルートに関しては、2031年度に同時開業を目指しているのに対して、西山手ルートだけ開業時期は今のところ明言されていません。この西山手ルートについては JR 東日本だけではなく、東京臨海高速鉄道も関わる形で短絡線を新設する関係上、すでに工事の着手に入っている東山手ルートや東京臨海高速鉄道との協議こそ必要ではあるものの、既存設備の活用で比較的建設が容易な臨海部ルートとは異なり、東山手ルートはそれらが開業した後に様子を見つつ、遅れて東品川短絡線の工事に着工した後に開業する形になると考えられます。なぜ JR 東日本は羽田空港に乗り入れる？ところで、すでに JR 東日本傘下にある東京モノレールと JR 線との接続駅もある上に都心方面とも直結する京急線の2路線が空港アクセス鉄道としての役割を担っています。にもかかわらず、なぜ JR 東日本も羽田空港への乗り入れをわざわざ新線を建設してまで行うのでしょうか？それは現状の JR 東日本が抱える課題や今後の戦略、国として羽田空港と東京の国際競争力を強化したいという思惑、この2点が主にあると考えることができます。そもそも羽田空港は1931年に東京飛行場として開港したのが始まりで、現在は東京だけではなく日本を代表する空港になりました。戦後になって日本経済や羽田空港が発展する中で、羽田空港のキャパでは国際線をさばききれなくなったため、国際線は成田空港開港以降、全便が一時期移管されていましたが、2000年代に羽田空港の沖合展開による機能拡張が行われたことで、現在は羽田、成田の両方の空港から国際線が飛んでいます。現在、北米やヨーロッパ、アジアを中心に、成田だけでなく羽田からも路線が設定されており、わざわざ成田空港へ行かなくても世界各地へと飛べます。しかし、成田空港よりも都心に近い立地にあるとはいえ、羽田空港は他の世界各国の主要都市にある空港と比べて、都心部との空港アクセスの利便性は高いとは言えないのが実情です。例えば、イギリスのロンドン、ヒースロー空港の場合、ヒースロー空港からロンドン市内のパディントン駅までは、ヒースローエクスプレスにて15分から21分程度で結んでいます。香港の場合は香港国際空港併設のゲイチュン駅から MTR エアポートエクスプレスに乗車すると、ソンワン地域にある香港駅まで最速24分、クーロン駅までは最速22分で直行。
台湾の台北桃園国際空港の場合においても、桃園諸運を使うことで第2ターミナル最寄りのジーチャンリアー反射駅と台北駅の間を直達車でおよそ40分、普通車でおよそ50分にて結びます。日本の場合、成田空港であれば JR の成田エクスプレスに乗車すると、東京駅まで1時間前後で乗り換え不要で結んでくれますし、京成線のスカイライナーなら日暮里まで最速36分という速さ。大阪の関空も南海電車の特急ラピートを利用することで、難波までを所要時間40分未満程度で結びますし、JR の関空特急はるかなら大阪まで47分程度、新大阪までは52分程度。チートですが福岡空港なら地下鉄空港線を使うことによって、博多ならわずか5分、天神でもわずか12分ほどで結んでおり、もちろん乗り換えは不要です。これに対して羽田空港の場合、直通で都心部の主要駅まで行く場合、品川や新橋、浅草などを除いて基本的にはリムジンバス頼りで、鉄道利用の場合、多くの場合は何らかの乗り換えが必要です。ここで2025年5月現在における東京都心部の主要駅から羽田空港第3ターミナル駅までの所要時間を見てみると、東京駅が東京モノレール経由で31分、京急線経由で35分、池袋駅は東京モノレール経由で49分、京急線経由で55分になっています。その他にも上野駅はモノレール経由が33分、京急線経由で42分、新宿駅がモノレール経由が42分、京急線経由が39分となっています。しかし羽田空港アクセス線が開業することによって、これらの駅から羽田空港への所要時間が短縮されるだけではなく、乗り換えの必要がなくなり利便性がかなり向上することが期待されます。現在一番建設が進んでいる東山手ルートが開業するだけでも、東京駅と羽田空港の間のアクセス性が飛躍的に向上し、東山手ルートが開業した段階で東京駅までは乗り換えなし、所要時間もわずか18分まで短縮され、利便性がかなり向上します。そしてこのような形で利便性が向上することで、羽田空港が空港としての国際競争力が高まることにつながり、より多くの人が羽田空港を利用することが期待できます。そのため、国としても羽田空港をより強い空港にするために、鉄道でのアクセス性が向上するよう、羽田空港アクセス線に対して協力的に動いています。一方、JR 東日本としても羽田空港へのアクセス路線建設はメリットがあり、中長期的に見たら会社の事業拡大につながります。JR 東日本は1991年の成田空港アクセス参入に続いて羽田空港アクセスへの参入意向を持っており、2002年羽田空港アクセス鉄道の一つである東京モノレールについて、それまで親会社だった日立物流から7割の株式を取得しました。これ以降、1998年の羽田空港直下乗り入れ開始以来、都営浅草線や京成線とつながることによるネットワークの広さを武器に、東京モノレールとの競合に勝ち続けてきた浜の赤い安畜省に対して、JR 東日本はグループ内での羽田空港アクセス完結を狙い、それまで浜松町駅を通過していた京浜東北線快速電車の同駅追加停車や、JR 線と乗り継ぐことによる割引切符の販売と充実化、また浜松町駅で JR 線と東京モノレールを直接乗り換えられるモノレール口という新たな改札口を設置するなど、東京モノレールに対して次々とテコ入れ策を行いました。さらに東京モノレール羽田空港線内においても設備改良が行われ、まずはホームドアの設置やワンマン運転の開始を行ったほか、2004年からは途中点ノーズアイルと羽田空港第1ビルのみに停車し、浜松町羽田空港第2ビル間を最速19分で結ぶ快速電車の終日運行を開始。2007年に昭和島駅の追い越し設備が完成すると快速を廃止し、新たに浜松町羽田空港間途中無停車の空港快速と、途中点ノーズアイル大井競馬場前流通センターに停車する区間快速の運転をスタートさせ、速達性も確保するようになりました。
しかし2015年3月に JR 側で上野東京ラインが開業すると、宇都宮線、高崎線、常磐線方面からの利用者の動向に変化が。それまで上野と浜松町で乗り換えて羽田空港に向かっていたのが、上野東京ラインで直接品川まで出た後に、京急線に乗り換えて羽田空港へ向かうことができるようになり、モノレール経由よりもこっちの方が利便性も速達性も良く、まさに JR にとっては敵に塩を送る状態になってしまったのです。羽田空港アクセス線の建設についてですが、宇都宮線、高崎線、常磐線方面から羽田空港へ向かう利用者について、再び JR 東日本管内での利用へ完結させることができるものであり、上野東京ライン開業によって発生した敵に塩を送る状態を羽田空港アクセス線東山手ルートの開業で解消させることが可能になります。さらにこれまで羽田空港へのアクセスには不便な状況が続いた副都心地域の渋谷、新宿、池袋や中央線沿線の多摩地域については羽田空港アクセス線西山手ルートの開業で直行が可能となります。この状況は臨海線沿線のフジテレビ本社近くの東京テレポート、コミケやジャパンモビリティショー、白麗神社例大祭などの会場で有名な東京ビッグサイトが近くにある国際展示場。さらに京葉線沿線の新木場、東京ディズニーリゾート近くの舞浜、東京オートサロン、ホロライブスーパーエキスポ&フェス、ニコニコ超会議、東京ゲームショウの会場などで有名な幕張メッセと、パリーグ所属のプロ野球球団、千葉ロッテマリーンズの本拠地、ZOZO マリンスタジアムが近くにある海浜幕張、野外音楽フェスのロックインジャパンフェスティバルや、ジャパンジャムの開催などで知られる千葉シソガスポーツ公園、その敷地内にある J リーグオリジナル10のプロサッカーチーム、ジェフユナイテッド市原千葉のホームスタジアム、福田電子アリーナなどがある蘇我駅なども同様であり、これらのアクセスについては臨海部ルートが開業することで、より利便性が向上すると考えることができます。このように JR 東日本在来線の沿線には様々な主要地域があり、東京都心部に用事がある観光客はダイレクトでアクセス可能な羽田空港アクセス線を選ぶようになり、JR 東日本の増収につながります。このような理由から会社としての経営を考えたとしても、羽田空港アクセス線の建設はプラスになるため、JR 東日本は羽田空港アクセス線の建設を推し進めているのです。運行ダイヤはどうなる？ところで、現在整備が着々と進んでいる羽田空港アクセス線ですが、開業後のダイヤはどのような形になるのでしょうか？ある程度の情報がある東山手ルートのみにはなりますが、ここでダイヤについて予想をしてみましょう。まず羽田空港アクセス線の東山手ルートについては、宇都宮線、高崎線、常磐線との直通運転が想定されています。使用車両はこれらの路線で使用される車両と同じ、主にグリーン車付きの10両または15両編成の電車を使って運転が行われる見込みです。運行本数は一部報道によれば、日中時間帯で1時間あたり8本、4往復程度の運行本数とのこと。少なくとも宇都宮線、高崎線、常磐線からそれぞれ1時間に1往復ずつ、合計で3本運転されるダイヤになると想像できるでしょう。ところで残りの1往復はどうするのかについてですが、これは常磐線の特急日立号か特急ときわ号が乗り入れると考えます。常磐線に関しては品川、いわき、仙台間の特急日立と品川、勝田、高萩間を結ぶ特急ときわが1時間に1本ずつ運行されており、このうちの片方が品川ではなく羽田空港へ乗り入れるようになることで、常磐線沿線と羽田空港のアクセス性が大きく改善されます。ところで、羽田空港アクセス線のダイヤを想像する上で、宇都宮線、高崎線方面からの列車は一つ気になる点がございます。それは各路線に直通する列車を増発の形で新設するのか、上野東京ラインから東海道線に乗り入れてくる列車を横浜、小田原方面ではなく羽田空港アクセス線に変更するのか。特に羽田空港アクセス線との直通列車を新設する場合、
上野東京ラインの線路容量が足りるのかという問題が発生します。日中時間帯こそそこまで列車本数は多くありませんが、ラッシュ時間帯は現在でも最短3分間隔で東海道線が走っており、15両編成の列車であることを考えたらかなり限界の頻度です。ラッシュ時に羽田空港アクセス線に直通する列車を新設すると、上野アクセス線分岐転換の線路容量が足りなくなる可能性が高く、ラッシュ時間帯を中心に線路容量が足りなくなったら、横浜方面からの東海道線列車について一部が品川折り返しにならざるを得ない可能性がございます。対して新設ではなく既存の列車の乗り入れ先を変更する場合、昼間時間帯を中心に宇都宮線や高崎線から東海道線に乗り入れて、横浜小田原方面を結ぶ列車の本数が減ることになります。東海道線は昼間時間帯でも比較的混雑する傾向にあるため、横浜小田原方面と都心との輸送力を維持する工夫が必要です。都心と横浜小田原方面の輸送力を維持する工夫として、品川東京上野のどこかで折り返す東海道線列車を設定することが挙げられます。宇都宮線や高崎線から羽田空港アクセス線に行く分だけ、品川東京上野のどこかで折り返す横浜小田原方面を結ぶ列車を設定すれば、宇都宮線高崎線方面からの羽田空港アクセス列車を用意しつつ、東海道線方面における現状の輸送力を維持できます。なお東海道線列車の一部が上野や東京を始発とすることになれば、普通車でも都心部からの利用で着席しやすくなり、ある意味東海道線ユーザーも喜ばしいことかもしれないでしょう。開業後、他の交通機関はどうなる？ところで羽田空港アクセス線が開業すると、東京モノレールや京急線といった既存の公共交通機関にはどういった影響があるのでしょうか？最後にこれについて予測してみることとしましょう。まず、一番影響がありそうなのが東京モノレール羽田空港線です。東京モノレールは先ほども説明したように、2002年以降現在に至るまで JR 東日本のグループ会社となっていますが、羽田空港アクセス線ができることによって競合関係になります。上野駅や東京駅などから羽田空港に向かう場合、浜松町まで京浜東北線や山手線を使って移動した後に、東京モノレールに乗り換えて羽田空港に行くのが主要なルートでしたが、羽田空港アクセス線の東山手ルートが開業すると、羽田空港へ向かう列車に乗れば東京モノレールを使う必要がありません。そのため、羽田空港アクセス線が開業すると、東京モノレールの利用者数が激減して経営が怪しくなるのではと言われています。しかし、実際はそこまで心配は必要ないと考えられます。羽田空港アクセス線内は途中駅は設けられておらず、東山手ルートは東京駅から直接羽田空港に行ける路線になりますが、東京モノレール羽田空港線はノンストップの空港快速こそあれど、線内に天王洲アイル、大井競馬場前、流通センター、昭和島、整備場、天空橋、新整備場という8つの途中停車駅があります。そしてこの東京モノレール羽田空港線の利用者層は、必ずしも羽田空港に行く飛行機利用者だけではなく、モノレール沿線のオフィスや工場、倉庫などで働く人たちや、ターミナルから離れた羽田空港の敷地内で働く人など、沿線地域に所在する事業所への通勤手段としても使われています。さらに大井競馬場前駅の付近には大井競馬場の北門があり、東京ダービーなど大井競馬場でのレース開催時には、競馬ファンやギャンブラーなど、競馬場へ向かう多数の人たちがここを利用します。このようなことから、空港利用者が仮に減ったとしても、一定の利用者数は見込まれる路線になっているのです。一部では廃線になるのではとささやかれているようですが、このような事柄から廃線に陥る可能性はないと断言できるでしょう。一方、京急線についてはどうでしょうか。京急線については羽田空港アクセス線が開業して以降、もちろん羽田空港アクセス線とも競合関係にはなりますが、
羽田空港アクセス線とは競合というより住み分けになる、このような形で落ち着くとウプ主は考えております。というのも羽田空港アクセス線が直通でカバーできる地域と京急線が直通でカバーできる地域はかなり異なります。羽田空港アクセス線は全てのルートが開業して以降、カバーできる地域は副都心地域全域や東京駅以北の北関東地域、および臨海部や京葉線沿線などが主な範囲となります。一方で京急線の場合は都心部エリアの場合、新橋などでは直接競合することとなってしまいます。しかし羽田空港アクセス線については廃線の都合上、品川、横浜方面へスイッチバックなしで乗り入れることができません。東山手ルートの東京駅か、西山手ルートの大崎駅で折り返さないと、品川、横浜方面へ JR 線だけで乗り入れることはできないのです。そして京急線については羽田空港アクセス線が乗り入れない、東海道新幹線やリニア中央新幹線と接続する品川はもちろん、都営浅草線を介して外国人観光客に人気な浅草、東京スカイツリーが至近距離にある押上などをはじめとした東京の主要な有名観光地の一部をカバーしていることが特徴。また羽田空港アクセス線の場合、蘇我と黒砂信号場、もしくは成田、または新宿での折り返しが必要で、現状のままでは廃線上直通することが不可能な成田空港との間についても、京急線に直通して羽田空港に乗り入れてくる成田スカイアクセス線経由のアクセス特急エアポート快特に分配が上がります。さらに京急線は品川方面からだけではなく、横浜方面からも羽田空港アクセス列車を走らせています。先にも述べたように、羽田空港アクセス線は廃線の関係上、横浜方面からの空港アクセス列車を直接走らせることはできません。そのため、羽田空港アクセス線ができたとしても、京急線は東京モノレールほど影響を受けないと考えられます。さらに羽田空港内に乗り入れる京急の路線である空港線は、東京モノレールと同様に沿線にある事業所への通勤客輸送のほか、逆に結構いる沿線住民の貴重な通勤通学の足にもなっています。なので、京急空港線が廃線になるということは、東京モノレール羽田空港線の廃線以上にありえないということができます。ただし、上野東京ラインからの乗り換え客を中心とした空港利用者が一定数一掃してしまうことにはなるため、それを盛り込んだ新たな経営対策を講じる必要性はございます。そして、鉄道以外の公共交通機関としては、東京空港交通や京急バスなどが運行する多数のリムジンバスも羽田空港アクセスにおける主要交通機関を担っています。しかし東京モノレール羽田空港線や京急線とは違って、リムジンバスには少なからず影響があると考えられます。羽田空港までを結ぶ列車が設定されることになる JR 線沿線は、列車の方が安く、早く行ける場合も出てくると考えられるためです。そのため、羽田空港アクセス線が開業したことによって、廃止になるリムジンバスが出てくる可能性もゼロではありません。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって、JR 東日本が羽田空港アクセス線の計画を進めている理由について、羽田空港から東京都心部へのアクセス向上につながり、JR 東日本の増収につながると期待されていること、羽田空港のアクセス性が向上することで空港都市としての国際競争力が上がること、現在は羽田空港から東京駅や上野駅、新宿駅、池袋駅、渋谷駅など首都圏の多くの主要地域まで鉄道を使っていく場合、東京モノレールや京急線から乗り換える必要がある上に所要時間が結構かかること、羽田空港アクセス線の開業でそれらの地域を含めたアクセス利便性が向上するだけでなく、上野東京ライン開業以降に発生した敵に塩を送る状態の解消も見込まれること、羽田空港アクセス線は東山手ルートと西山手ルート、臨海部ルートの3ルートの整備が計画されていること、3つのルートとも東京貨物ターミナルから羽田空港までは新たに作る複線シールドトンネルを通ることは共通しており、基
本的に既存の鉄道路線ネットワークを活用して整備されること。3つのルートが整備されることによって JR 線で直接東京都心部の主要駅を結ぶことができ、所要時間がかなり短縮できることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。